今回はブラタモリの後追い世田谷編の4回目。のどかな農村だった世田谷が明治時代に衰退の危機に瀕した理由を探っていきます。東京限定雑学。徳川の世において井伊家が支配してきた世田谷。ここは江戸からは少し距離があるため華やかな町ではなく、どちらかといえばのどかな農村といった雰囲気がありました。ただこの農村は江戸に食料を供給するための一大生産地を担っており、同時に江戸からの参拝客でにぎわった神奈川の大山、そして現在の静岡へと至る大山道、矢倉沢王冠の中継地であったため、決して寂れているわけではなく、交通の要衝として豊かな江戸時代を過ごすことになります。そんな村も明治の時代に入ると徐々に変化が訪れます。江戸時代、世田谷を支配した井伊家は幕府の終焉に伴い、この地での表立った影響力を失いますが、彼らの代官として自治を担っていた大場家は引き続き東京郊外の農村の運営に携わります。大場家は世田谷における大農家であり裕福でしたが、ただその分だけ地域に対しての責任もあり、明治維新によって変化が訪れる世田谷に安定をもたらす責務がありました。江戸時代に世田谷が農業生産において一大産地として発展した理由は、ひとえに江戸からの徒歩圏内であったことが挙げられます。徳川の世における物流網の要は航空機や大型トレーラーではなく、人間や馬であり、保存技術が未発達なため、農産物は収穫されたその日のうちに消費地に運ばれる必要がありました。代官屋敷のある世田谷の中心地は江戸の商業の中心である日本橋から12キロほど離れており、現代人からすればこの距離は徒歩圏内とは言えません。しかし江戸の人々は現代人よりもはるかに健脚で、旅に出れば1日40キロ歩くことも珍しくありませんでした。そのため日本橋までの道のりは一般的な歩行速度である時速4キロで3時間ほどと、江戸の人にとっては何の苦労もない距離だったのです。しかしこの距離の優位性は新しい時代の到来により無残に打ち砕かれることになります。1872年、品川横浜間で鉄道が仮開業し、同年には品川から新橋までつながると、1日で移動できる距離が劇的に伸び、人々の生活が向上します。しかしその利便性はそれまで距離の点で大きな優位性を誇っていた江戸近郊の農家に危機的な影響を与えることになります。明治初期における鉄道は東京と横浜、東京と高崎、大阪と京都など各地域の主要都市を結ぶものであり、鉄道が敷かれた都市間においては蒸気機関車による圧倒的な輸送力と速達性を武器として大量の荷物を江戸時代からすれば魔法のようなスピードで送ることができました。ただ逆に言えば、鉄道が敷かれていない地域においては江戸時代と何ら変わらず、人々は徒歩かよくて牛車や馬車に頼るほかありませんでした。牛車はさておき、馬車はなんとなく速そうなイメージがあります。しかしそれは映画などで迫力を出すための演出に過ぎません。現実は人間が乗るものに関しては徒歩から小走り程度の速度、そして荷物を運ぶものは乗せているものの重量が重く、馬の体力も続かないため、徒歩とほとんど変わらず、単に人が背負うよりも多くの荷物が運べるという優位性があるだけでした。そして鉄道の開業は線路が敷かれた遠い場所の方が鉄道のない近場よりも所要時間が短くなるという逆転現象を生み出します。鉄道が開業した当時、品川と横浜の間は22キロほどの距離があり、これは世田谷日本橋間12キロの倍近い値となります。ところが品川横浜間の鉄道での所要時間は
なんとたったの35分。世田谷日本橋が徒歩で3時間と考えると、距離は倍にもかかわらず時間は5分の1。つまり鉄道は徒歩の10倍の速度で徒歩よりも大量の荷物を届けることができたのです。これは理論的には世田谷日本橋間12キロの10倍。つまり東京都心から鉄道で120キロ圏内であれば、世田谷よりも多くの野菜をより早く供給可能ということを意味します。そのため世田谷の優位性は薄れることになり、この瞬間からこの地域の農業生産は徐々に衰退することが決定的となります。なぜなら世田谷は江戸からの徒歩圏内で広大な土地があるという優位性はありましたが、作物を育てる土壌は農業に特段適しているというわけでもなければ、野菜の成長の糧である水も特別豊富ということはなく、あまりいい条件ではなかったのです。そのため地方との競争が発生すれば、農業に適した土壌と豊富な水資源を持つ地域には太刀打ちできないことが明らかだったのです。しかも東京の都心では明治に入ると世田谷にとっては最悪の事態が起きます。徳川の時代、政治経済の中心として君臨した江戸の町には多くの武士がおり、彼らは推計100万から200万と言われている都市の人口の半分を占めていたと言われています。これはこの時代の全国における武士の割合が人口に対して 5% ほどと言われていることを考えると圧倒的です。しかし彼らの多くは好き好んで非いずる国の中心にいたわけではなく、自分が所属する藩が1年おきに江戸に赴く参勤交代の制度上必要であったがゆえに滞在していたのです。これら武士たちは自らが所属する藩が江戸に構えた屋敷で働き、そして生活しており、それがゆえに各藩の大名屋敷は非常に巨大でした。例えば独眼竜政宗でおなじみ仙台藩伊達家は江戸にいくつかの屋敷を所有していましたが、その中で最も重要な上屋敷、つまり藩主が仕事と生活を行う邸宅は現在の新橋駅からほど近い汐留塩サイトにありました。ここでは藩主とともに数千人を数える藩士たちが日々働いており、彼らもまたここで寝泊まりしていたため、現在でいう寮が存在しており、この職場と生活スペースを合わせた上屋敷の面積は約2万5000から6000坪、つまり東京ドーム 1.8 個分という巨大なものでした。そしてこのような巨大なものから控えめなものまで、武家屋敷が江戸の町には所狭しと存在しており、これら武士が所有する土地は江戸全体の6割をも占めていました。ところが明治時代、江戸幕府の終焉に伴い参勤交代の制度はなくなり、かつての武士たちが地元に帰ってしまうと、その後には主を失った巨大な屋敷だけが残されます。これに対して新政府はいくつかの屋敷を外務省をはじめとした官庁舎や政府職員の寮として再利用することにしますが、しかし江戸時代には300もの藩が存在しており、有力な大名は複数の屋敷を持っていました。さらに幕府に直接雇用された旗本なども屋敷を構えており、これも新政府によって没収されていたため、再利用は到底追いつかず、首都東京は空き家であふれていたのです。そして主を失った館には徐々に草木が生い茂り、荒廃し治安の悪化も招きました。そこで現在の東京都の前身である東京府は大胆なプランを打ち立てます。それがこれら空き家となった大名屋敷を解体更地にし、農地に転用するというもの。これを当時問題となっていた新時代の混乱により職を失い困窮していた元武士など、都市で増加していた貧困層に耕させることにより、空き家と貧しさの2つの問題を解決しようと試みたのです。そしてこの政策により
皇居周辺から渋谷にかけて100万坪に及ぶ広大な農地が明治の世に誕生したのです。しかしこれは世田谷にとっては自分たちよりもはるかに都心部に新しいライバルが誕生したことを意味します。つまり世田谷は絶対的な距離の優位性も失ったのです。鉄道と時代の変化によりじわじわと首を絞められる世田谷。このままいけば衰退以外の未来は待っていません。これに危機感を募らせた大化家をはじめとする世田谷に影響力を持つ大農家や、当時まだ村だった世田谷各地域の村長、そして政治家など世田谷の地に大いなる責任を伴う人々は、衰退しゆく故郷の現状、新しいアプローチによって打開しようと考えます。そしてそこで頼ったのが、なんと自分たちに衰退をもたらした鉄道でした。1896年、大化家の12代当主、大場信親をはじめとする世田谷の有力者たちは、共同である鉄道の敷設免許を国に申請します。それが現在の東急田園都市線、そして世田谷線の前身となる多摩川電気鉄道、通称多摩電です。この鉄道は当時から活況を呈していた渋谷から現在の二子玉川である多摩川、そして川を挟んだ対岸の溝の口に至るというもので、ルートは矢倉沢大間、大山道の上を通る路面電車でした。この路線は江戸時代から続き、明治時代においても人気が高かった大山への参拝客の利用を見込んでおり、同時に地域の利便性向上による移住促進を狙っていました。ちなみにこの路線の終着地を流れる多摩川は、東京では最も知名度の高い川の一つですが、多摩という漢字の表記が3種類あることになんとなく多くの人が気がついています。一つが多くこすると書く多摩、二つ目が多く磨くと書く多摩、そして三つ目が宝石などを意味する多摩です。これらはすべて現在も使われている表記ですが、なぜこのような違いがあるのでしょうか。実は漢字というのは現在においてはかなり厳密にどの漢字をどの言葉に当てはめるかが決まっていますが、江戸時代まではある程度揺れが存在し、同じ言葉に当てはめる漢字が地域や書物によって異なっていました。これは驚くべきことにひらがなにも言えることで、現在では一つの音に一つの文字しかないものの、江戸時代までは同じ音のひらがなが複数存在し、人々は巧みかつ曖昧に使い分けていました。しかし明治以降は全国に流通する出版物や全国一律の教育制度の都合上、このような揺れが不便なため統一されることになりますが、多摩川に関してはそれぞれの表記がすでに地域に根付いていたため統一しづらく、現在も3種類の漢字が存在しているのです。鉄道という新しい時代に即した新しい解決策で地域の未来を模索した世田谷の責任ある人々。しかし当時の世田谷はまだ人口が少なく、この地に鉄道を敷いたところですぐには採算が取れないことは明らかでした。そのため彼らはお客さんを運ぶ旅客営業に加え、この鉄道を使ってあるものを東京都心に送ろうと考えていました。それが砂利です。砂利は基本的に川で採集されるもので、流路の途中の山や岩などが水流によって削られ小さくなることによりできるものです。砂利は古代から日本の建築には欠かせない資材で、世田谷から望む雄大な川は江戸時代より砂利の名産地として名を馳せ、江戸の大名屋敷は必ず多摩川産の砂利で彩られていました。さらに文明開化後の東京では、簡素な舗装路から近代的なアスファルトに至るまで、道路には必ずと言っていいほど砂利が使用されており、また全国に広がりつつある鉄道の枕木の下にも騒音や振動を抑えるクッション材として使用されたため、江戸時代にも増して需要が高まっていました。
多摩川においては従来、採石業者が船を利用し、東京都心に砂利を運び、莫大な利益を得ていました。そのため、世田谷の人々はこの採石事業に鉄道を使って参入。船より高速、大量に運べるという利点を利用し、大きな利益を狙ったのです。新しい時代に自分たちの脅威となるものによって地域を立て直そうと考えた世田谷。しかし、ここで一つ疑問があります。多摩川電気鉄道の敷設免許の申請は1896年に行われており、これは明治が始まって30年が経とうとしている時代です。ところが、鉄道は明治5年である1872年の開業後、急速に路線網を全国に拡大しており、鉄道がその地域の利便性や発展に大きく寄与していることは誰の目にも明らかでした。特に世田谷はその脅威を身をもって体感している地域です。だとすれば、人々はなぜもっと早く世田谷に鉄道を通すことを考えなかったのでしょうか。考えてみれば渋谷と多摩川、溝の口など直線にしてみれば10キロほどしか離れていません。1889年には新橋神戸間約600キロの鉄路が完成していることを考えると、もっと早く世田谷に線路を敷けたはずです。にもかかわらず、鉄道の登場から25年、つまり25歳の青年が50歳の中年になるに十分な期間、鉄道を敷こうとしなかったのはなぜなのでしょうか。これは世田谷の責任ある人々が農業の衰退を目の当たりにしながらも現状維持に甘んじ、後手に回ってしまった結果でしょうか。実はそうではありません。ここには鉄道を敷きたくても敷けないとある事情が存在していました。1872年以来、日本の鉄道運行に使われていたのは1800年代初頭にイギリスで発明された蒸気機関車で、これは馬などの従来の輸送手段に対して圧倒的な優位性を持ち、現代の鉄道大国日本はこれなくして始まりませんでした。しかし同時に蒸気機関車は作りが複雑で数ミリの誤差も許されない精密な工業製品であり、1902年になるまで日本では量産する技術力がありませんでした。そのため明治中期まで国内で使われていた蒸気機関車はほぼすべてイギリスやアメリカからの輸入品であったため、非常に高価で整備も馬と比べてはるかに難しいという欠点も存在しました。また蒸気機関車の餌となる燃料にも大きな問題がありました。東京の方にとって最も身近な蒸気機関車と思われる新橋駅に置いてある C11 はさも東京とゆかりが深い車両に見えます。実際この形式の機関車は1932年に登場後、日本全国で活躍していました。ところが新橋駅に置いてある車両に関しては兵庫県は姫路を中心に使われていたため、現役時代東京を一度も走ったことはありません。ではなぜここにあるのかというと、鉄道開業100周年である1972年に日本の鉄道発祥の地である新橋駅に蒸気機関車が設置されることになりますが、すでに蒸気機関車は東京では走っておらず、車両の確保に課題がありました。そんな時、少数ではあるもののまだ蒸気機関車が活躍する関西で、ちょうどその年に引退を迎えたのがこの C11 で、東京まで走ってくることができるほど状態も良かったため、自らの足でここまでやってきました。こうして縁もゆかりもない東京で余生を過ごすことになりましたとさ、というストーリーは雑学界においては超人気のネタです。そんな蒸気機関車 C11 の定格、つまり通常使用での最大出力は610馬力を誇ります。これは同じく熱機関であるエンジンを動力とした現在の日本のトラックが通常最大で500馬力程度であることを考えると圧倒的であり、世界を見渡してもトラックの王様として名高いスウェーデンはボルボの FH16 と
同程度の力を出すことが可能です。これは C11 が100年ほど前に開発された古い機械ということを考えると素晴らしく優秀です。ところがボルボ FH16 は1キロ走るのに 200ml のディーゼル燃料しか消費しないのに対して C11 は1キロ走るのに20キロの石炭及び120リットルの水を必要とします。これは渋谷から多摩川付近の10キロを往復するだけでも400キロの石炭と 2.4 トンの水を用意しなくてはならないことを示しており、しかも一度釜が冷えてしまうと再び走れるようになるまで5時間も要するため、停車中なども火を絶やさず石炭や水を供給する必要があります。現代のトラックとの比較は極端な値ですが、汽車が一般的だった時代から蒸気機関という仕組みはディーゼルエンジンなどと比べ効率が4分の1ほどと低いことが課題となっていました。ディーゼルエンジンやガソリンエンジンは燃料を爆発させ、その爆発力を直接ピストンに伝え動力とします。ところが蒸気機関で使う石炭は爆発しません。そのためピストンを動かすためには石炭を燃やし、その熱で水を温め沸騰させ蒸気を作り、その蒸気でピストンを動かすという幾重もの工程を経る必要があります。そのため途中で失われるエネルギーが多かったのです。これが理由で蒸気機関はエンジン技術の発展と普及に伴い徐々に姿を消していったのです。そしてこの燃費の悪い乗り物はその仕組み上どうしても黒い煙をもくもくと出す必要があります。これがある意味蒸気機関車のアイデンティティともなっていますが、この煙は工場の排気同様に地域の空気を汚染し健康被害を発生させます。しかも触れたものを黒く染めてしまうという性質があるため、沿線に住宅があると洗濯物や家財を汚してしまうという問題がありました。さらにこの煙にはしばし火の粉が含まれるため、場合によっては火災の原因となり沿線の環境悪化を招きました。そしてこのような問題を抱えた燃料はゲームや魔法のように降って湧いてくるわけではないため、機関車を商業的に走らすためには石炭を定期的に調達できる流通経路の構築及び沿線に巨大な貯蔵施設を用意する必要がありました。さらに水に関しては石炭にも増して莫大な量が必要となるため、近くに文字通り湯水のように使える豊かな泉や水源が必要とされていました。しかもこの大量の水は機関車の重量を増加させ、運行時の足かせとなりました。ここまででも非常に面倒の多い蒸気機関車ですが、運用に関しても残念ながら同様に一筋縄ではいきません。蒸気機関車は一番前で客車や貨車を引っ張っているため、その構造上終点で機回しと呼ばれる機関車を後ろから前に持っていく作業があります。この機回しには専用の転車台が必要であり、さらに一定の作業時間という手間が発生するため、距離の短い場所を結んでしまうと機回しの回数が増える分、運行の効率が下がってしまうという欠点があります。そのため蒸気機関車を使って利益を出すには、多数の乗客、多数の荷物の需要がある地域を結ぶことにより、乗客1人当たりあるいは荷物1個あたりの燃料費を抑えつつ、機回しの回数が少ない長距離を結ぶ必要がありました。これが理由で明治時代中期までの鉄道路線は大都市間を結ぶ比較的長距離で運用されていたのです。このような条件を考えると、それほどまだ需要があるわけでもなく、都心からの距離も非常に近い世田谷のような地域には鉄道を敷きたくても敷けなかったのです。しかし1895年、転機が訪れます。この年、京都では蒸気機関に代わる新しい動力を使用した鉄道の営業運転が華々しく開始されます。それが電車です。電車は蒸気機関車の複雑な構造とは対照的に、
端的に言えば電源とモーターというシンプルな構成で、製造及び整備が比較的簡単であり、機関車全体を輸入せずともモーターや台車などを輸入すれば日本で製造が可能でした。そして電車の燃料ともいえる電気に関しても、当時は水力発電によって生み出されることが多く、経済的にも環境的にも優れており、そうでない場合は蒸気機関車と同じく石炭と水を使用した火力発電に頼る必要がありましたが、それでも大規模に電気を生み出す発電所は個別に燃料を消費する機関車の約4倍効率的にエネルギーを生み出すことができました。しかも電車は釜を温め続ける蒸気機関車とは異なり、停車中や使っていないときは電力消費を最小限またはゼロに抑えられ、排気ガスを出すこともありません。また電車ではモーターを客車の床下に収めることができるため、専用の機関車が不要です。かつ客車の両側に運転台を置けば着回しも必要ないため、短距離の路線でも運行効率は下がりません。このように電車は蒸気機関に比べ圧倒的に経済・環境両面でのパフォーマンスが良く、少ないお客さんや荷物、短距離の路線でも採算が取りやすくなりました。そしてこの電車の誕生により、全国の大都市内で長距離大量輸送の特別な手段ではなく、庶民の日常の足としての短距離の鉄道整備が活発となっていくのです。このような背景を考えると、京都での開業の翌年に敷設免許を申請した世田谷の人々は、遅れていたのではなく、逆にいち早く時代のトレンドを掴んでいたことがわかります。さて、今回はここまで。次回、時代の変化に直面しながらも徐々に高級住宅街へと変化する世田谷についてお話しします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。